ハローシンガポー。どうも MC のイモキンです。アシスタントのあーちゃんです。今回はシンガポールと東南アジアのコロナ状況についてお伝えいたします。在住者が詳しくお伝えいたします。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ジョイアスシンガーライフ。4月7日から6月1日までサーキットブレーカーという制度が行われていました。シンガポールの感染者数は合計で5万6千人余りとなっております。街中歩いている時とか、それはずっとマスクをつけるのが必須化していまして、それでは皆さん気になっておられるシンガポールのコロナウイルスの現状について最初にお伝えいたします。シンガポールでは4月7日から6月1日までサーキットブレーカーという制度が行われていました。サーキットブレーカーとはロックダウンとは違って必要最低限の買い物や運動に外に出ることができます。学校や企業は基本オンラインでの授業になりました。必要最低限の企業は出社することができました。そして皆さんが一番気になっている点だと思うんですが、本日8月20日現在ではシンガポールには観光客は入国することができません。6月18日からサーキットブレーカーが緩まり、レストランやジム、デパートなどが営業を再開いたしました。レストランなどへの外食は5人まで、アルコールの提供は夜の10時30分までと決められています。レストランやビルへ入る際は必ず一人一人が QR コードなどでチェックインをし、検温も必ずあります。レストランなどで、5人までしか入れないというのはちょっと寂しいですよね。そうですね、はい、早く大人数でイベントとかもまだできないので、集まれるようになりたいですね。あとレストランの飲食の際はマスクを外してもいいんですけども、それ以外の街中歩いてる時とか、それはずっとマスクをつけるのが必須化していまして、でマスクを外してると罰金などの制度もあるので皆さん注意してください。そうですね、罰金も300ドルといって日本円でだいたい2万3000円くらい取られてしまうので、街中のマスク率はほぼ 100% です。レストランの中でちょっとトイレに行く際も必ずつけなければいけません。一回私もマスクをなしで家出てしまったことがあって、うっかり50メートルぐらい歩いて気づきまして、やばいって言って、運動してる時はマスク外して OK じゃないですか。なので私服でなんかランニングしてるふりして家に戻って、でも冷や汗はすごいかいてましたね。はい、気をつけてください皆さん。7月からホテルや観光施設が徐々に営業を再開しました。私も最近マリーナベイサンズに宿泊に行ったり、お友達は動物園やユニバーサル・スタジオに行っていました。でもまだ人数制限がされていて、たくさんの人は入れないようになっていました。インフィニティプールとかも行ったんですか？行きました。でもやっぱプールがマリーナベイサンズの目玉なんですけど、1部屋で1時間しか1日入れないので、1泊でトータル2時間しか入れない風になっています。でもそれでもかなりリフレッシュにはなりました。事前予約とかも必要なんですか？そうですね、事前予約をしたり、プールは1時間おきにしっかりと除菌がされていて、とても清潔でした。あと今ホテルステイケーションというものをやっていまして、やはり観光客がホテルに泊まれない分、地元の在住者の方のためにいつもよりも価格が安い価格帯でホテルに宿泊できるんですよね。とってもお得です。ぜひ在住者の方はステイケーションも利用してみてください。つい先日共同声明が出まして、9月頃から日本とシンガポールを行き来するビジネスを目的とした往来が可能になるかもしれないという報道が出ました。シンガポールの最近の市内の感染者数は5人を切ることが多くなっていまして、0人の日もありますね。そうですね、サーキットブレーカー中よりもかなり人数が減ってきました。市内感染とはまた別なんですけども、外国人労働者が住んでいるドミトリーという寮があるんですけども、そこで感染者数が増殖したという経緯がありまして、多い時は1000人近く感染者数がいた時もあったんですけども、現在は縮小しまして100人以下になる日も出てきています。サーキットブレーカーが緩まった関係で、ビザを所持している方がシンガポールへの入国が可能になった関係で、海外からの輸入症例が毎日10件以下ほど出ております。今はビザを持っている人は入国はできるんですが、2週間の隔離が必須となっております。つまり9月からのビジネス渡航での往来が可能になりましたら、2週間の隔離制度なしでビジネスの往復往来が可能になるかもしれませんね。早くそうなってほしいですね。では続きまして、東南アジアの新型コロナウイルスの現状についてお伝えいたします。まずシンガポールの現状なんですが、シンガポールの感染者数は合計で5万6千人余りとなっております。
人口100万人に換算いたしますと9500人以上感染者数が及びまして、こちらは世界第22位の数字となっています。なんとこちらは東南アジアで最も高い数字となっているんですよ。そうなんですね。そんなにいるんですね。今日本から観光目的として訪れることができる都市としてモルディブが観光の受け入れを再開し、また9月11日からインドネシアのバリ島も観光の受け入れを再開するという報道が出ました。少しずつ観光が再開されるみたいですね。嬉しいですね。はい、でも旅行に行けたとしてもシンガポールや日本に戻ってきた時2週間の隔離は必須となるので、慎重に考えて旅行することが必要です。現時点でのシンガポールと東南アジアの感染者数の一覧はこちらです。早く落ち着いてほしいですね。今回はシンガポールと東南アジアの新型コロナウイルスの現状についてお伝えいたしました。ちなみにあーちゃんはコロナが落ち着いたらどこか行きたい国はあるんですか？はい、まず最初に日本に帰りたいと思っています。早く帰りたいですね。私も帰りたいです。日本に。帰りたいですね。恋しいですよね。金さんはコロナ落ち着いたら何したいですか？いや、私は本当にモルディブに行きたいんですよね。いいですね。モルディブすごい素敵です。はい、バカンスを楽しみたいと思っています。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。 See you next time。チャンネル登録よろしくね。楽しみ尽くすシンガポールライフ。